エターナル君に会えた青いこの銀河できっと奇跡は始まる Angel in my heart 遠く限りない空へ夢を探して迷うファラウェイ揺れる運命になぜか心乱れて道を惑う月に見守られて気高く生きてゆける時は砂のようにそう流れるけどエターナル君に会えた青いこの銀河で今信じて飛び立つ天使エターナル光あって翼広げたならきっと奇跡は始まる Angel in my heart ギャラクシーエンジェルああ、やっぱり王宮は広いな。よもや敵国の本丸を歩くことになるとはな。運命とは分からぬものじゃ。やあ、マイヤーズ長官、お久しぶりです。ははは、何言ってんの。数週間しか経ってないじゃないか。いろいろありまして、最後にお会いしたのがずいぶん昔のような気がします。そうか、そっちも大変だったみたいだね。そっちも？うん、こっちもちょっとね。まあこの後の会議で話すよ。それより和也、こちらの可愛い子紹介してよ。あ、気安く寄るな。比例あらば長官といえど容赦はしない。やめいしゃべっと。まったく。はっ、あ、そのわらわがアームズアライアンス名手にして惑星ハチェット第25代皇女夏目いざよいじゃ。工場アライアンスに。そうじゃ。その方図が高いと言いたいところじゃが、今は亡命中の身。特別に許そう。いやー、驚いたな。後でこうなった経緯を聞かせてくれるかい、ここ。ええ、驚いたのはこちらも同じじゃ。エデンの記載タクトマイヤーズの話は聞いておったが、世の中聞くと見るとでは随分違うものじゃな。いやいや、皇女様、そんなに褒めないでくださいよ。褒めてはおらぬ。まあよい。脳症は爪を隠すということであろう。タクト、では参るぞ。マイルって？今後のことについて会議があるのであろう。わらわもアライアンス代表として出席してある。早く案内いたせ。はい。さすがですね。マイヤーズ長官を手玉に取るなんて。そうだ艦長、その会議我々も参加してよいのか？もちろんよ。リリーさんは皇女様から離れたくないでしょ。和也くんはエンジェル隊の隊長として同行よ。さあ行きましょう。来たわよ、リリー。お前たちいつの間にここに？やっ
ぱり王宮が一番。そうね、もう活劇はゴリゴリ。元来妖精族はあまり故郷を離れようとはしないものです。キャラウェイ様、これで残るはソルダム陛下だけですね。そのようですね。陛下はただいま準備中です。しばらくお待ちください。うん、それじゃあ先に席についてよ。マイヤーズ長官？ずいぶん深刻な顔をしているが、どうしたというのだ？ああ、顔に出ちゃったか。ちょっとばかし困ったことがね。何なんです？俺がノイエに来た理由なんだけど、実はルーンエンジェル隊に助けを求めに来たんだ。助け？僕たちの？ああ、今エデンでも大きな騒ぎが起きていてね、有事に備えるため君たちに来てもらおうと思ってたんだよ。だけどこっちはこっちでこんなことが起きているとはね。一体何があったんです？ごめん。やっぱり陛下が来てから話そう。気になるな。ではマイヤーズ長官、なんだい？ゲートをどうやって復活させたのかを教えてほしい。ああ、それは大したことじゃないよ。破壊されたといってもいくつかの回路を飛ばされただけでね、直すこと自体に苦労はなかったんだ。ちょっと待ってください。ゲートを直したって言っても壊されたのはノイエのゲートですよ。アブソリュートにいながらどうやって直したんですか？ああ、そうか。そこから説明する必要があるのか。単純な話さ。各宇宙には一つずつゲートがあって、それがアブソリュートのゲートとつながっている。平行宇宙の仕組みについてはこう説明を受けているよね。でも実はこれ理解しやすくするための方便なんだ。実際のゲートは各宇宙とアブソリュートに次いで存在するわけじゃなく、一つのゲートを双方で共有してる、こんな状態なんだ。そうだったんですか？つまりノイエにあるゲートとアブソリュートにあるノイエへのゲートは実は一個体なんだよ。へえ。私も知りませんでした。ゲートについて正確に理解しているものは実はあまり多くありません。マジークでも一部の高位層を除けば皆方便の方で理解しています。なるほど。それでゲートをアブソリュート側から修理し復活させることができたわけだな。そういうこと。ただしゲートが人為的に破壊されたことは分かっていたからね。普通に修理していたんじゃ終わる前にまた壊されかねない。そこで事前に損害箇所を調査し、それら全てを一気に直したんだ。この辺の段取りがちょっと大変だったかな。なるほど。それで三校も気がつく暇がなかったんですね。加えて決戦の最中でもあったしな。三校ってアームズアライアンスの参考職、今回のノイエでの構想の中心人物です。その辺の情報もしっかり把握しておかなきゃな。悪いんだけどこっちで起こったことを先に説明してもらえる？わかりました。実は。なるほど。まさかノイエ全体を巻き込むほどの構想が起きてるとはね。だけど彼らの目的はノイエを支配することじゃなく、その行動から言ってむしろルクシオールを倒すのが目的だったように思います。そこまで。陛下がいらっしゃいました。それじゃあサンタローザ、いつものあれやろっか。そうね。せーの、ソルダム陛下のおなーり。陛下、お久しぶりです。は
それでは早速精神リンクを。よい。精神リンクは無用だ。陛下喋っちゃってますよ。ええ、戒律によってご親族以外とは話せないはずなのに。陛下。世は先の戦いの最中、やむを得ず王家の戒律を破ることとなった。だがこの戒律は遥か古の時、王家を必要以上に崇めんがための偽りの掟。故に今後は沈黙を保つこともない。世の口から直にそなたたちと話そう。陛下。私たちいらない子。お集まりいただいた方々よ、改めて世がセルダール国王ソルダム・セルダールだ。 UPW より参りましたタクトマイヤーズです。マジーク代表キャラウェイです。アームズアライアンス公女夏目いざよいじゃ。 UPW 軍所属ルクシオール艦長ココナッツミルク並びにルーンエンジェル隊より白波少尉とシャーベット注意です。リリーシー・シャーベット、七へのご剣よ。妖精剣に込めた我が命、見事果たしてくれたな。そなたこそまこと我らが誇りにして騎士中の騎士、魔を打ち払ったその斬撃、見事であったぞ。もったいなきお言葉でございます。ルクシオール、マジーク、そして UPW の方々にも感謝の申し上げようがない。我が国のみならずノイエを再度にわたり救っていただき、このソルダム慎んでお礼申し上げる。いいえ陛下、皆さんのお力添えがあったからこそ敵を打ち倒すことができました。これは皆で勝ち取った勝利です。そうですね。一人でも役が欠けていれば今こうして顔を合わせることは叶わなかったことでしょう。ではこの勝利をより確固たるものにするため今後の対策について協議したい。陛下、何であろうかマイヤーズ殿。私はこの度のノイエでの騒乱におそらく関係があると思われる情報を得ています。先に発言させていただきたいのですが。よろしいかいざよい殿。構わぬ。感謝いたします。では先ほど我々は参考尺の船が謎の穴に飲み込まれていく様を目にしました。キャラウェイ氏もご覧になりましたね。ええ。私もこの目で見るのは初めてだったのですが、実は同様と思われる事例がごく最近エデンにて報告されているのです。しかもその規模はかなり大きく、天体が丸々一つ飲み込まれてしまいました。天体が？なんと。失礼だがそれはまことか？はい、信用を受ける者からの連絡なので間違いないかと。してその天体とは星なのか？星といえば星なのですが、エデンにおけるロストテクノロジーの象徴、白き月です。白き月だって？そんな、信じられません。ココ、気持ちはわかるけど落ち着いて。申し訳ありません。白き月といえば確か前にココさんが働いていた場所。長官、なんだい？その白き月も参考尺同様、あの正体不明の穴に飲み込まれたと。おそらく報告書にはこうある。白き月の横に突然時空の穴が出現。それはみるみるうちに広がっていき、白き月を飲み込んだと。その様はまるで月食のようだったとの報告もある。そしてその直後、穴は塞がってしまったらしい。その月の聖母シャトヤーン様は
研究員である月の巫女たちは。おそらく一緒に。そんな。現在エデン軍が捜索に当たっている。また UPW も協力を惜しんでいない。朗報を待とう。はい。なるほど。その月を飲み込んだという時空の穴、それが今回我々の見た謎の穴と同一の性質を持つものだとしたら、2つの事例は関連があるのやもしれぬというわけだな。はい。いいでしょうか。なんだい和也。その白き月の事件と今回の事件、少なくとも同一人物の仕業ではないと思います。その理由は？エデンで事件が起きた時にはノイエゲートは故障していたんですよね。ああ。ならエデンからノイエに移動する手段がありません。和也の申す通りじゃ。エデンとノイエ双方に穴を開けた者がいた。そう考えるのが妥当であろう。どうかな。でもその2社が共謀している可能性はかなり高いんじゃないでしょうか。それらはあくまでも推測です。断定するには情報が少なすぎるでしょう。こうして集まってはみたものの、これ以上議論は進まないようだな。はい。不確定要素が多い以上、相手の出方を待つしかないと考えます。だが再び全動力を止められてはかなわぬ。せめて万全の備えだけはしておきたい。では当面ルクシオールはセルダールに待機いたします。我が軍も警戒態勢を続けよう。マイヤーズ殿、ムーンエンジェル隊を援軍に呼ぶことはかなわぬか。申し訳ありません。先ほど発言しました通り、エデン側でも一大事件が起きています。非常時に備え、ムーンエンジェル隊員はあちらで待機状態にあるようです。そうか、やむを得まい。ではここで一時休憩としよう。和也君、あなたはルクシオールに戻って、私が戻るまでは第三戦闘態勢を維持するようにカーチューさんに伝えて。わかりました。私も妖精剣を返納したら姫を連れて戻ろう。またシャーベットの護衛か。わらわも和也とルクシオールに戻ろうかの。ダメよ夏目さん、あなたは今回の戦いの当事者なんだから、最後までいてちょうだい。じゃあお先に。なんか僕いてもあまり役に立たなかったな。それにしてもエデンでもそんな大事件が起きてたなんて。ココさんだいぶショックを受けてたみたいだけど大丈夫かな。あれ？あれ？あらまあ、和也さんじゃありませんの。奇遇ですわね。ミントさん、なんでここに？総帥就任の挨拶回りですわ。私、アライアンスが反乱を起こした際、ちょうどセルダールに来ておりましたの。そうだったんですか？全然知りませんでした。まあ、星に閉じ込められてしまっては、私も一民間人ですので。一民間人って言っても今大臣の間から出てきたぞ。一体どういうコネクションがあるんだろう。でもエンジェル隊の皆さんのおかげでこうしてまた商売を再開できますわ。和也さん、心から感謝いたしますわ。あ、いえ、ミントさんこそ無事で何を。どうしよう。白き月が消えたって話すべきなのかな。いや、まだこれはノイエでは機密事項だ。僕の一存で話していいことじゃない。どうしたんですの？
和也さん。いえ、別に何でもないです。なんですって？和也さん、それ本当ですの？まだ何も言ってないのに。そうか、ミントさんはテレパシスト。僕の考えてることがわかるんだ。本当ですのね。はい、実はそうみたいなんです。トランスバールから UPW に知らせがあったってマイヤーズ長官がおっしゃってました。そうですの。にわかには信じられない出来事ですわ。私たちにとってほとんど故郷のような白き月が、しかも聖母シャトヤン様まで行方がわからないだなんて。ミントさん、私決めました。え？総帥就任後早々ですが、ブラマンシュ財閥キャンペーンを張らせていただきますわ。武器なども格安で提供いたします。協力できることはどんどんおっしゃってくださいまし。ありがとうございます。でもそうは言っても一体誰と戦えばいいのかすら分かってないんだよな。そうですわね。きっと参考職には後ろ盾がいると思いますわ。うわ、情報をどんどん読まれてるよ。ここだけの話、私実は以前参考職のところに売り込みに行ったこともありますのよ。ご安心くださいまし。全くの門前払いでしたわ。エデンから来たブラマンシュ財閥、これだけでもう敵視されましたの。やっぱりアライアンスはエデンが嫌いなんですね。厳密にはセルダール連合がですわね。エデンや UPW はセルダールに繁栄をもたらした連中、つまり敵の味方で敵というわけですわ。なるほど。でもそうやって突っぱねながらも軍事力だけは欲しがっていましたわ。エデンの力を借りず、かつセルダールを超える軍事力を身につけたい。今回の事件の黒幕はきっと参考職のそんな気持ちにつけ入ったんだと思いますわ。さすがミントさん、情報通ですね。もちろんですわ。この業界情報が武器ですもの。無論今この城にタクトさんがいらっしゃる情報も入手済みですわよ。お会いするのはしばらくぶりですわ。どちらのお部屋でしょう？はい、そこの廊下をずっと行って突き当たりを左です。どうもですわ。それでは和也さん、また。はい。さてと、船に戻んなきゃ。結局ルクシオールを打ち倒せた者はいなかったようですね。カルバドゥス・カジェル、ベネディクタイン・パイクそしてジュニアブル・ハチェット。残念ですがテストは終了です。待ってくれ。わしはまだ鍵が諦めきれぬのだ。もう一度わしにチャンスを。いいえ、いけません。すでに結果は出ました。あなた方の中には鍵を手にする資質の持ち主はいなかった。ですからもうおしまいです。くそー。まあしかしテストに合格しなかったからといって何も差し上げないのはお気の毒ですね。鍵をお渡しすることはできませんが、私のテストに参加してくださったお礼として努力賞くらいは差し上げるとしましょうか。おお、なんだ、何をくれるのだ。
それを持ってお帰りなさい。帰ることができればですけどね。みんな集まったかしら。今日は疲れたわい。まったくみんな寄ってたかって質問攻めにしよって。夏目さん、お疲れ様。和也くん、その白き月のことみんなには伝えたのかしら。はい、大体の話は伝えました。私もとても信じられません。あの白き月が消えてしまうだなんて。いつもトランスバールを見守ってくれたあの白き月がもうないなんて。その白き月ってのはそんなに大事なもんなのか。ああ、ノイエの人間にはいまいちピンとこないかもしれないけど、僕たちエデン人にとってはロストテクノロジーの象徴のような存在だ。ロゼルはエデンの人だったのだ。ああ、トランスバール星系でこそないけど、僕はエデンの養成機関にいたんだ。そこをノア代表に抜擢してもらい、エンジェル隊に編入されたわけさ。そうだったんだ。白き月のことといい、三公爵の侵略といい、どうしてそんなことをしたのか、またどうやって行ったのか、セルダールを解放しても真相は何もわからなかったわ。そうなるとやっぱ三公爵の首根っこ掴んで洗いざらい吐かせるしかないわね。でもその三公爵も謎の穴の中に消えてしまいました。しかもその穴自体がすでに消滅している。つまり僕たちには彼らを追いかける術がない。なんじゃ、八方塞がりではないか。そう、今のところ何もできないわ。だからエンジェル隊には何もできない時にできることをしてもらいます。何もできない時にできること。まさか。ええ、休暇よ。なんじゃと。やっぱり。よっしゃー、久しぶりの休みだぜ。ほんとここんとこ戦いばっかで全然休む暇なかったものね。艦長殿、そっちは気は確かか。この大事な時に休暇じゃと。艦長、僕も疑問です。今我々に休暇を取らせるなど意味が分かりません。意味ならちゃんとあるわよ。あなたたちエンジェル隊は何よりもテンションが大切。いざという時疲れ切っていては戦力にならないのよ。それはそうですが、しかし。もちろん各員厳戒態勢は維持するわ。本艦も当面はセルダール上空で待機します。でもエンジェル隊までがそれに合わせてピリピリし続ける必要はないの。しっかり休んでもらって戦いの時に大活躍してちょうだい。合理的な判断だ。何しようかな。なんじゃと。はいはい、二人ともこれは命令なんだから。いや、だけどでもそんな。なんならロゼル君、あなただけじーっと待機してる？ホーリーブラッドの戦力はパイロットのテンションには影響しないわけだし、そういう意味ではあなたに休暇は必要ないわね。あはは、そりゃそうか。あははじゃないだろう。テンションの問題というなら和也、君だって休む必要はない。そんな。ひどいよロゼル、僕まで巻き込むなんて。君は何とも思わないのか、こんな時に休みだなんて。少尉、気持ちの問題ではない。これは心身ともに回復しておくようにといういわば任務の一環なのだ。しかしいまいち釈然としないのだが。ロゼル、休める時には休んでおかなくちゃ。君だってそれはわかるだろ。まあそれはそうだが、艦長、ではせめて行動範囲を絞っては。
そうね。すぐに招集できるようにはしておく必要があるから。では自由に動いていいのはルクシオールの館内だけ。それ以外の場所に移動するときは個別に許可を取ってちょうだい。了解。この森慣れてきたつもりであったが、やはり面妖な連中じゃな。さてと、今日から休暇だけど何をしようかな。休みがいつまで続くかわからないから遠出はできないし何にせよせっかくの休みなんだからリリーさんと一緒に過ごしたいよな。よし、何をするかリリーさんと相談してみよう。もしもしリリーさん、僕ですけど。そこだ、行けー。なんだ、中で何が起きてるんだ。もらったなんなんだ。リリーさん。なんだ和也か、どうした。そっちこそどうしたんですか。すごい規制が聞こえてきたんですけど。規制？ああ、好きな映画を見ていたのでつい興奮してしまってな。映画？ともかく今そこを開けよう。はい。映画って確か前コンビニで立ち読みしてた。ああ、続編はまだ撮影中だ。今は前作を見ていた。公開前の復習ってやつですね。そんなところだ。もっともロードショーはだいぶ先の話だがな。せっかくの休みゆえもう一度見直したくなったのだ。よっぽど好きなんですね、その映画。主人公アーデルハイドの生き方に強い感銘を受けている。アーデルハイド？女性ですか？ああ、過去セルダールに実在した女騎士だ。他の星ではあまり有名ではないがな。騎士ってことはリリーさんと同じですね。確かにな。だが同じと言っては彼女に悪い。その気高き魂と生き様は我々セルダール騎士全員の目標とするところだ。へえ、どんな人だったんですか？一言では言い表しづらいが、誠の忠誠心を備えた真の騎士といったところか。誠の忠誠心。与えられた任務にただ付き従うだけではなく、己の信念から王のためを思い、王のために行動し続けた人物だ。それゆえ内心に疎まれ、一時は不遇な日々を過ごすこととなったのだが、その間も王に対する忠誠は少しも衰えることがなかった。へえ、真面目そうな人ですね。和也も見ていくといい。きっと共感するものがあるはずだ。そうですね。まだ最初の方ですか？ああ、最初の合戦シーンが終わったばかりだ。巻き戻してやろう。ありがとうございます。休日の過ごし方を相談に来たんだけど、こんな風に一緒に映画を見るのも悪くないな。呼び出しだ。休み中なのに何でしょうね。さあな。館長よりシャーベット注意。こちらシャーベット。休暇中ごめんなさい。少し話したいことがあるから私のオフィスまで来てくれないかしら。承知した。すぐに向かおう。というわけだ。すまないが行かねば。それじゃあ一人で残るのもあれですから、僕もここを出ますね。また今度二人で鑑賞するとしよう。はい。お待たせ、いちごのタルト白波風アレンジだよ。おお、これは見事な。毎度のことながら見事な腕前ね。和也さん、お疲れなのに作ってもらっちゃってすみません。いいんだよ。僕はこうやってケーキとかを作ってると逆に疲れが取れちゃうんだ。白波、
作ってくれるのは嬉しいけど、シャーベットをほっといて私たちとこんなことしてていいのかしら。それがリリーさん館長オフィスに呼ばれたっきり全然帰ってこないんだ。でも大丈夫、ちゃんとリリーさんの分も作ってあるから。さすが抜かりありませんね。海外しい男じゃな。うまい。あら、噂をすれば。リリーさん、またこれで護衛に張り付かれるの。リリーさん、お話は終わったんですね。よかったらケーキを食べていきませんか？新しいタルトを焼いてみたんです。シャーベット？リリーさん、どうかしたんですか？リリーさん。すまない、ぼーっとしてしまって。どこかお加減でも悪いんですか？いや、そういうわけではないが。らしくないの。館長殿に叱られでもしたか？いえ。和也。はい。すまないが2人で話したい。食べ終わったら公園まで来てくれないか？一体何があったんですか？来たら話す。ケーキを食べるどころじゃないって感じね。本当大丈夫でしょうか？リリーさん。みんな、僕やっぱり気になるから。わかりました。ここは片付けておきますね。ごめんね。いいえ、こちらこそごちそうさまでした。それじゃお先に。別れ話かの？まさかそんなはず。わからないわよ。女心と秋の空って言うしね。テキーラさんまでなんてこと言うんですか？冗談よ。でも何があったのかは気になるわね。ミモー！はい、読んだですかに？ミモ、あんたにこの私の黒のクリスタルを預けるから。ふにふに、了解したですに。しくじるんじゃないわよ。まさか同調する気か？ピンポーン、大当たり。やめましょうよ。さあ、どんな会話か楽しみだわ。なんだろう、二人だけで話って。何か今横切ったような。気のせいかな。まあいいや、それよりもリリーさんだ。リリーさん？なんだ、もう食べ終わったのか？ええ。お話って何ですか？それがだな。はい。よし、聞こえる聞こえる。ミモ、うまく潜入したみたいね。バッチシですに。ただしそっちの声も漏れてしまうですに。あんまり大声で話さないようお願いしますに。了解。やっぱりやめましょう、こんなこと。いいわよ、あんただけ聞かなくても。そんな。和也。静かにせえ。和也、お前は私のことをどう思う？どう思うって、どうしたんですか急に。大好きですよ、リリーさん。どのようなところが大好きだ？え？どんなところ？あららら、こりゃ本当に別れ話かしら。どうなんでしょう。桜庭、結局そちも聞いているではないか。ひたむきでまっすぐなところかな。でもそれだけじゃないですよ。その青い髪も
吸い込まれそうな瞳もリリーさんらしいところはみんな好きです。なるほど、私の全てが好きというわけだな。ええ、もちろんですよ。リリーさんだって僕のこと好きなんですよね。ああ。どうしたんですか急に。実は先ほど館長に呼び出されてな。ええ、そうですね。その時父上からの伝言を聞いたのだ。父上ってリリーさんのお父さんですか？そうだ。先日のセルダール戦で私は連想剣を使い敵の魔を打ち払っただろう。はい。あの時の姿が思いのほか人気を呼んだらしく、セルダール国内においてにわかに私はアイドル扱いらしいのだ。へえ、確かにリリーさんかっこよかったですもんね。それだけならまだ良いのだが、父上はこのことを足がかりとし、シャーベット家をセルダール一の名家に押し上げようと画策されているそうだ。王国を救ったリリーを輩出した家としてさらなる出世をするためにな。はあ。そしてそのために私に戻ってこいと言っている。なんだって？つまりエンジェル隊をやめよということだな。そんな！だってリリーさんがエンジェル隊に来たのだって。確かにもともとは陛下の命ではある。だが今やエンジェル隊は UPW の一員。そこから脱退したところで陛下の命に背いたことにはならない。むしろセルダールに戻り再び陛下直属の臣下としてお仕えせよというのが父上の理屈だ。そんな急に。それだけではない。すでにシャーベット家とつながりを深めようといくつかの貴族から縁談の話が来ているらしい。縁談？リリーさんとのですか？そうだ。静かに聞こえちゃうでしょ。シャーベットがタイをやめるじゃと？しかも縁談とはね。わちしも驚いたですに。引き続き傍聴を続けるですに。ココさんは何て言ってるんですか？館長としてはエンジェル隊として残ってほしいと。はあ。だが残留を強制できるものでもないと言っていた。それでリリーさんはどう答えたんですか？今この大変な時期ににわかに除隊するつもりはない。だがそれ以後のことについては返答を保留している。どうして？正直迷っているのだ。縁談はともかくとして、ここでイエスと言えば私は再び陛下に直接お仕えすることになる。それこそが誠の忠誠への道ではないかという父上の言葉には確かに一理ある。エンジェル隊をやめてもですか？それは本意ではない。だが市場といえばそれまでだ。だけどエンジェル隊をやめちゃったら僕ともめったに会えなくなってしまいます。そう、それが一番つらい。しかしそれとて市場だ。そんな。僕はそんなの嫌です。お前の気持ちは知っている。だからこそ一番にお前にこのことを。それだけじゃありません。僕の気持ちを知っているならどうして迷う必要があるんですか？リリーさんも僕のことを好きならどうして迷ったりするんですか？そんなのすぐに答えは出るじゃないですか。カズヤ、そうしたいのは山々だが私はセルダールの騎士だ。お前とは立場が違うのだ。立場が違えば恋人なんてどうだっていいって言うんですか？そんなことはない。だから迷っている。このことを知らせれば和也は反対に回る。それは最初から分かっていた。それでもお前に知らせたのは恋人としての責務だと感じたからだ。結論は私で出す。リリーさん、でもニクシ
誰かいるのか？ちょっとミモ、何くしゃみしてるのよ。しまったですね。とりあえず2人から離れるですね。一旦切るですね。もうドジなんだから。見つからぬと良いがの。まあ足は速いし多分大丈夫でしょ。でもこれは大変です。リリーさんがエンジェルタをやめちゃうかもしれません。そうね、私だったらパッパと断ってそれで終了なんだけど。あの者の性格ではそうもよくまい。陛下のそばで使えよなんて言われたらね。よし、いいわ。一肌脱いでやろうじゃない。私たちがですか？何か策があるのか？作戦はこれから立てるの。桜庭、悪いけどみんなを呼んできてちょうだい。さて、みんな集まったかしら。桜庭、天子。ナノナノプリングさん。はい、なのだ。アニス・アジートさん。ああ、ロゼル・マティウスさん。マティウス、返事は？なぜ僕まで？それはもちろんロゼルさんだってエンジェル隊の仲間じゃないですか。仲間のピンチなのだ。協力するのだ。なるほど、わかった。あら、いつになく素直ね。そんなことはないよ。夏目いざゆいさん。天子などよい。さっさと始め。はーい。じゃあこのメンバーで始めるわよ。題してシャーベット残留作戦会議。ハーブティーお待たせいたしました。あ、サンキュー。プディング、そこのクッキーを取ってくれ。はい、なのだ。仲間のピンチとか言ってた割にはずいぶんくつろいでるな。もう皆さん真面目にやってください。まあいいわ。大体のところは決まったから。シャーベットを迷わせているのは市場より王様への忠誠を優先させるべきという倫理観だったら、白波に対する自分の気持ちがいかに大切か、それを分からせてやればいい。各自作戦の内容は分かったわね。内容は分かったが、この作戦ではわらわが思いっきり悪役ではないか。しかも失敗すると面倒なことになりそうじゃ。本当に大丈夫なのであろうな。大丈夫大丈夫、絶対うまくいくわよ。僕も微妙に嫌な役だな。そう？あんたが一番敵役だと思って選んだんだけど。桜庭、プディング、アジート、あんたたちもいいわね。はい、合点なのだ。はいよ。決行は明日。シャーベットと白波が別々にいるところを見計らって作戦開始よ。昨日は結局はっきり残るとは言ってくれなかったな。ひどいよリリーさん。迷うことなんかないじゃないか。仕事と僕とどっちが大事なんだ？そっか、そういうこと言われたって困るよな。でもリリーさんと離れるなんて絶対にごめんだ。やっぱり今日ももう一度説得を。アニス、どうしたんだよお前、しけた面してさ。いや別に。そっか、じゃあ卓球でもしねえか。久々におめえと勝負したくてよ。悪いけどそんな気分じゃないんだ。あんだと？それじゃ計画が狂うじゃねえか。は？計画？いやなんでもねえ。いいからつべこべ言わずに勝負に来い。ちょっと待ってよ、僕大事な用事が。あとだあと、俺は今卓球がしてえの。そんな、ちょっと。やはり和也に知らせたのは
酷だっただろうか。どうしたものか。それ本当？声が大きいですに。ん？でもそんな信じられない。和也さんが？信じられなくても事実ですに。私はしっかりこの目で見たですに。だって和也さんにはリリーさんがいるじゃないですか。和也がどうかしたのか？リリーさん、おはようございます。朝ごはん一緒にいかがですかに？それよりも今和也がどうとかいう話をしていたようだが。そんなことありませんよね、ミモレットちゃん。そうですに。和也と皇女様のことなんて全然話してないですに。何？姫が何か関係あるのか？ミモレットちゃん。なんでもないですに。あ、そういえばご主人様に呼ばれてたですに。私はこれで失礼するですに。私も急用が。リリーさん、それじゃ。待ってくれ、和也の話を。なんだというのだ一体。よっはっスマッシュなんだよ、全然歯応えねえじゃんか。お前下手になったんじゃねえの？ごめん、僕もうそろそろ。いや、なかなかいい勝負だったぜ。もう少しやろうな。くそ、間が持たねえ。早くしてくれ。和也と姫が一体何だというのだ。気になるではないか。シャーベット。あ、姫。すみません姫、ちょうど伺いたいことが。その前にわらわの方でもソチに話しておきたいことがある。は？わらわは本日よりソチに代わって和也を護衛につけることにした。和也を？そうじゃ、シャーベットよ。ソチはお役御免じゃ。そんな突然になぜでございますか？昨夜和也から話を聞いたのじゃ。シャーベットよ、ソチはエンジェル隊を去るそうじゃな。和也は嘆いておったぞ。自分よりも仕事を優先させるソチのつれなさ具合にな。いえ、まだそうと決まったわけでは。同じこと。そこで迷うておるようでは、ソチに和也の思い人たる資格はない。ゆえに和也はわらわが面倒を見てやることにしたのじゃ。ではな、シャーベット。後腐れなく隊を去るがよい。お待ちください姫。いない？姫、どこへ行かれたのですか姫。いいじゃん、そんな大声上げてどうしたのだ？プディング少尉、今ここに姫がいらっしゃっただろう。なのだ？見てないのだ。でもきっとまた昨日みたいに和也と一緒にいるのだ。でも和也、なんだか泣いてるみたいだったのだ。何かあったのだ？いや、滅殺アニススマッシュ。またアニスの勝ちだ。これで0対30だね。ねえアニス、今日は僕もうやる気しないよ。もうちょっとだけダメだ。もうこれ以上引っ張れねえ。早く来てくれ。和也来たー。夏目？和也探したぞ。折り入ってそっちに話がある。少し付き合ってくれぬか？でも僕他に用事が。少しだけで構わぬ。ついてくるのじゃ。アジート、少し和也を借りるがよいな。それじゃあしょうがねえな。こっちじゃ。ちょっと夏目、引っ張らないで。
ローゼル、こっちは出たぜ。了解。それじゃあこちらも行動に移る。ブディング少尉、すまないが今は一緒に食事をしている時間はない。つまんないのだ。姫を探さなくてはならないのだ。分かってくれ。ロゼルが来たのだ。わかったのだ。それじゃあナノナノは一人で食べるのだ。やあリリー、今姫を探しているとか聞こえたけど、夏目工場のことか？姫を見かけたのか少尉？ああ、たった今そこのピロティで2人話してるのを見かけたよ。感謝する。あ、ちょっと待つんだ。今言ったら2人に悪いよ。どういうことだ？あれ、君は知らないのか？あの2人付き合いだしたって話だけど。今何と言った？ああ、本当に聞いてないのか？昨日工場の方から和也に告白したらしいよ。聞いた時は僕も意外だったけど、それで今は2人きりでいるってわけさ。邪魔したら悪いだろう。なんだと？ゆえに和也はわらわが面倒を見てやることにしたのじゃ。ではな、シャーベット。後腐れなく体を去るがよい。そうか、さっきのあれはそういうことだったのか。だが和也とて姫の告白をすぐに承諾したわけではあるまい。それは知らないけど、実際さっきは2人でいるところを見たし。でもなんだか和也は泣いているみたいだったな。それを工女が慰めているように見えた。そんなはずはない。和也は私と恋人同士なのだぞ。恋人同士だっただろ？もう君たちは別れたと聞いてるよ。なんだと？どこでそんな？もう館内中の噂さ。というか君の方から別れ話を切り出したらしいじゃないか。違う。私は和也と別れた覚えはない。じゃあなんで和也は泣いてるんだ？それは僕の気持ちを知っているならどうして迷う必要があるんですか？リリーさんも僕のことを好きならどうして迷ったりするんですか？そんなのすぐに答えは出るじゃないですか。それは和也は嘆いておったぞ。自分よりも仕事を優先させるそちのつれなさ具合にな。それは私が迷っているから。でも私ははっきりそう言ったわけでは。同じこと。そこで迷うておるようではそちに和也の思い人たる資格はない。ゆえに和也はわらわが面倒を見てやることにしたのじゃ。ダメです。姫。あ、リリー、いいかい？工女と和也ならピロティにいるけど絶対に邪魔したらいけないよ。ねえ夏目、もういいだろ？話って何？まだまだ、もう少し待つのじゃ。夏目、僕はリリーさんに話をしなきゃいけないんだ。暇じゃないんだよ。そのシャーベットが間もなくやってくる。おとなしく待っておれ。え？ほらな。リリーさん？姫！なんじゃ。いけません。なの？いや NG だ。和也は私の大切な恋人。絶対に渡さない。いや、わらわはただ。
着できませんか。待てちょっと落ち着いて。わかりました。お見せしましょう、我々の愛の証を。和也、愛しているぞ。見せろ。今までの全部演技？なるほど、見事にはめられたものだな。おかげで和也が浮気したかと本気で心配したぞ。そんな。わらわは本気でシャーベットに殺されるかと思ったわ。いやー、シャーベットがあそこまでアグレッシブに迫るとはね。ナタに変身するの気持ち悪かったのだ。最初の姫はプディング少尉だったのだな。なるほど、道理ですぐにいなくなったわけだ。リリーさん、怒ってませんか？そうだな。驚きはしたが怒ってはいない。皆のおかげで本当に大切なものを改めて確かめることができたからな。それじゃあエンジェル隊はやめねえんだな。ああ、おかげで決心がついた。リリーさん、すまない和也、お前の言う通り迷うことなどなかったのだ。自分の本当の気持ちさえ見抜けぬとは私もまだまだ未熟だな。リリーさん。和也、一見落着なのだ。ほんと、ホログラフの時といい、毎度危なっかしいカップルよね。申し訳ない。いいえ。あれ、そういえばリリーさんが辞めるって話、みんなはどうやって知ったの？ぎっくー。いえ、どうしてでしたっけ？さあ、どうしてちゃったかな？ブリッジよりリリーさん。はい、こちらシャーベット。館長からか。ちょうどいいや。今ここで脱退の話断っちまえよ。そうだな、館長。この間の件だったら正式にお断りすると父上に伝えてほしい。まあ、よかったわ、リリーさん。ありがとう。あなたならそう言ってくれると信じていたわ。もう迷うことはないだろう。でもそうなるとちょっと困ったことがあるの。実は今あなたのお父様からまた連絡があって、あなたの婚約相手が近日あなたに会いにここルクシオールを訪ねてくるっていうのよ。何？どういうことだ？私は婚約など受諾した覚えはないぞ。それがあなたのいないところで勝手に話が進んでいるみたいなの。戦時下につき関係者以外の上官はお断りしたいと一度は言ったのだけど、そのお相手というのがキャンディラ家の三男坊だっていうのよ。キャンディラ家だと？有名なんですか？セルダールでも一二を争う名門中の名門だ。セルダール政府現職大臣のうち3人に1人はこの家の関係者と言っても過言ではない。いやそう、それだけの VIP が来るとなると政治的にも無下に断ることはできないわ。リリーさん、とにかく今後の対策を練るから館長オフィスまで来てちょうだい。了解した。おい勝手な話ね。聞いててムカついてきたわ。貴族の世界では珍しいことではない。わらわとてあと数年も経てばアライアンスの適当な貴族と婚約しておったろうからの。でも勝手に話を進めるなんてひどいです。せっかく和也さんと。そうだよ、こんなのひどすぎる。父上め、陛下への忠誠云々と言いながら最初から私を結婚させるのが目的だったのだな。キャンディラ家と血縁関係となればシャーベット家の安泰も保証されたようなもの。情けない。いつの間にか騎士道を忘れ家の安泰だけを考える輩になり下がったか。でどうするんだ？相手は VIP。
来るなというわけにはいかないみたいですけど。OK だ。私が取るべき道はすでに決まっている。和也、そしてみんな、今一度私に力を貸してくれ。ちょっと大げさじゃないかな。ここで作戦会議なんて。仕方ないだろう。艦長オフィスに全員は入りきらない。とりあえず状況を簡単に説明するわね。やってくるのはキャンディラ家の三男ロディアック・キャンディラ氏とその護衛ロディアック氏はこの間の戦いでも地上部隊を率いて戦った騎士の一人よ。表向きは UPW との友好という名目だけど、目的は明らかにリリーさんに会うことね。ひょっとしたらその場で婚約の話にまで持っていくつもりかもしれないわ。そのロディアックとかいう輩が和也より立派な女子であったらどうしたものかの。夏目さん、心配はいらない。そのようなことはありえない。それだけ強固な意志があるなら、なんとかこの縁談を破談に持ち込まないといけないわね。おめえなんかと結婚したくねえってはっきり言やいいじゃねえか。相手は権力者だ。そんなことをしたらシャーベット家はただでは済まないだろう。そうなのか。そうなるだろう。我がシャーベット家も古き名家ではあるが、キャンディラ家ほどの勢いはないからな。父上が自分でまいた種だが、私とて家に潰れてもらいたくはない。じゃあどうすればいいのだ。簡単よ。要はこのロディアックってのにシャーベットが嫌われりゃいいんでしょ。なるほど。相手の方から断ってくれれば UPW としても一番丸く収まりますね。めんどくせえな。はい、わかった。その男には全身全霊をかけて嫌われてみせよう。なんかすごいことになりそう。で、具体的に嫌われる方法なんだけど、セルダール内務事務次官第3補佐ロディアック・キャンディラ公爵ご到着でございます。おほう、これが先日空上から我らがセルダールを救ったルクシオール。噂にたがわず壮麗なものであるな。ルクシオール艦長ココナッツミルクです。ロディアック公、本日はお目にかかれて誠に光栄でございます。ナッツミルク殿、そのように堅苦しい挨拶は抜きにしよう。私は本日友好の使者として参ったのだからな。は、恐れ入ります。あのおっさんがリリー藩の婚約者。まずおっとするわ。バッキャロ、声がでけえ。してナッツミルク殿、せっかくであるからして、そのなんだ。はい、心得てございます。リリーシーシャーベット注意。ここに。おお、そうなったかリリーか。話には聞いていたが、なんと秀麗な、特にその透き通るような瞳。そなたの瞳の前にはこれまでの人生で見たいかなる秘宝もかすんで見える。ひゃー、よういうもんや、あのスケベ親父。先日アライアンスどもの魔を破りし連想剣はまことそなたが発したものか。御意にございます。それは美しくもあり強くもあり、我が花嫁として誠に申し分ない。シャーベット注意。
ロディアック港をご案内して差し上げて。承知した。おお、それは素晴らしい。ナッツミルク殿、粋な計らい、感謝いたしますぞ。それでしたら私から一つ公爵にお願いがございます。何かな。これより先、そちらの従者の方たちはここに残し、中に入るのは公爵、あなただけとしていただきたいのです。しかしこの者たちは私の大切な護衛であるからして。あなたと私、二人だけで回りたいのです。お分かりくださいませんか。おお、あった、申しよう。この船の中では護衛も必要あるまい。そなたの気持ちは確かに理解したぞ。わかりやすいおっさんやな。あれなら遠慮なく振ってやれるってもんだ。おいお前たち、私が帰ってくるまでここで待っておれ。はっ。ではリリー殿、参ろうか。我らの秘密の花園へなんての。それでは従者の皆様はあちらの控え室でお待ちください。はい。格納庫より作戦本部、こちらは第1段階を終了。予定通り案内を開始。どうぞ。こちら本部、報告は了解。直ちに第2段階に入ります。まずはリコ、頼んだよ。わかりました。行ってきます。まったく何のお遊びですかこれは。遊びじゃないのだ。リーちゃんの大ピンチなのだ。しかし大切なブリーフィングルームをこのような個人的なことに。中佐、もしリリーがいなくなるようなことがあればエンジェル隊としても致命的な損失となります。つまりこれは決して個人的な問題ではないと考えます。どうしたんだロゼル。なんだかいつもよりノリがいいみたいだけど。ここは医務室になります。はあ。こちらは繊維のモルデン氏。ドクター、こちらがロディアック校です。これはようこそルクシオールへ。よろしく。そういえばリリーさん、今月分のお薬をまだお渡ししていませんでしたね。ああ、そういえば。薬？リリー殿、どこかお悪いのですか？はい、実はこの左目、物もらいがひどくて。物もらい？今お渡しいたしましょう。ちょっとこちらへ。ああ、こうよ。しばし失礼します。いや、大変ですな。おお、物もらい。あの髪型にそういうわけがあったとは。いや、しかしあのナイスバディ、やはり我が妻になりません。え？なりません。うわー、なんじゃお主。あなたと同じセルダールの騎士。怪我をしてルクシオールに世話になっています。そうか。はあ、驚いた。悪いことは言いません。あのリリーだけはやめておきなさい。なぜそんなことを言う？あなたはあの女の恐ろしさを知らないのです。いいですか、あの女は実はやっぱり言えません。ガク、なんじゃ、ここまで引っ張っておいで。
恐ろしくてとても口にできません。私がこんなことを言ったと知れたら後で何をされるやら。しかしおやめなさい。後悔したくなかったらあの女と結婚することだけはやめるのです。しかしな、今のところ物もらいを除けば取り立てて欠点も見当たらぬし、それより何よりあのナイスバーディーは捨てがたいしの。はあ、なんということだ。何か言ったか？今私の話をしていたような気がしたが。いや、めっそうもございません。そうか。お待たせいたしました。公爵、参りましょう。お、薬はもらえたのですな。ではドクター、また。はい、お大事に。さすがにこれだけでは諦めませんね。リリー殿、私があなたにできるご恩返しはこの程度。どうかご分を。次はどこに行くのですかな。魔法研究室などいかがでしょうか。魔法研究室、そのような施設が。さすがは最新鋭艦。世のあらゆる技術を余すとこなくソリューションですな。この角を曲がればじきにおお、リリー殿、お怪我はないか。なんじゃお主は、気をつけんか。はい、ごめんなさい。リリー様、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。おい、桜庭。お前の階級を言ってみろ。少尉です。では私の階級を言ってみろ。中尉です。ではお前と私、どっちが上だ？もちろんリリー様です。なんだ、ちゃんと分かっているではないか。書いた書類が。上官に向かって体当たりをするとはなかなかいい度胸だな、桜庭。ごめんなさい。ついうっかり。うっかり。はあ、相変わらず注意力が散漫なことだ。そんな貴様の書いた書類では中身とてろくな出来ではあるまい。ちょうどいい罰だ。全部書き直してこい。リリー殿、何もそこまで。後輩は厳しくしつけねばなりません。さもなくば隊の規律に関わります。そうでしょ、ロディアック公。それはそうだが。桜庭、次はちゃんと前を見て歩くことだな。はい。お見苦しいところをお見せいたしました。では参りましょう。おう。和也さん、こちらも終わりました。多分うまくいったと思います。お疲れ様。じゃあそのいらない書類を処分したら戻ってきて。はーい。アニス、そろそろ移動だ。ああ、任しときな。ほほう、ここが魔法研究室。いやー、本格的ですな。私には何が何やらわからんものばかりだが。いらっしゃい。マジョラム少尉、こちらがロディアック公だ。ようこそ我が研究室へ。リリー様、今日の一杯飲んでいかれますか？おう、そうしよう。はい。
何か飲み物か？リリー様にいつもご愛飲いただいているこちらのジュース。肌を美しく保つお薬ですわ。なんだかおどろおどろしい色だな。中は一体何か。なんだ？あら、ジュースの原料の残りですわ。絞るときに叫んでうるさいんですの。読めるです。これです。力尽きましたわ。一体なんだ？何が入ってるんだ？リリー殿！わあ、うまい。私はこれを1日1杯ずつ飲み干すことにしているのです。こうも特別にいかがですか？遠慮いたす。そうですか。それは残念。では次の場所に参りましょうか。そうしてくれ。失礼する。気分怖がりな方ですわ。ちょろいもんですに。こうよ、顔色が優れぬようですが大丈夫ですか？いや、大丈夫。ここの機関主任は私の古くからの友人です。本来きちんとご紹介するべきなのですが、何分仕事が忙しい身で。ああ、構わん。気を使わんでくれ。あの上の方に小さく見えるのがその機関主任です。おお、あの方か。やはり女性なのだな。あ、かわいいかわいいエンジンちゃん。今日も一段と輝いてますね。さあ、5番ホイールちゃん、めんちゃいね。お待たせでちゅ。すぐにシリンダーを交換してあげますよ。嬉しいですか？よいしょ、ガッチャン。ねえ、ぴったりでちゅね。素敵でちゅ。何をされてるのですかな？整備です。おお、リリー殿の友人なのですよね。麦の親友です。キャノンチャンバーちゃん、調子はどうですか？そうそう、待ってたご褒美にチューしちゃいます。チュー。彼女は私の良き理解者で、話していると心が安らぎを覚えるのです。いい調子だ。ロディアック公、明らかに引いてるぞ。ステリーネ機関主任は今日の計画を知ってるのか？いや、彼女だけは素だ。そうか。トレーニングルームです。ルクシオールの乗組員はここで自由に体を鍛えることができます。無論私も日頃の鍛錬は怠りなく行っております。おお、素晴らしい。リリー殿の勇ましい姿、拝見したいものだ。そうですか。ではリクエストにお答えして。リリー殿、どこへ？着替えてまいりますゆえ、しばしお待ちを。おお、そうか。うん、わかった。トレーニングウェアのリリー殿か。それも悪くないの。おい、おっさん。え、なんじゃお前は。おっさんとは無礼な。おっさん、
あの女と結婚するんだって？やめとけって。おっさん絶対後悔するぜ。なんじゃそれは。どういう意味じゃ。あいつ普段はそれでもおとなしいけどよ、戦いになると人が変わるんだよ。特に剣なんぞ持った日にゃ危なくて近寄りやしねえぜ。なんとそうなのか。だからやめとけって。いやだがそれであれば心配はいらぬ。どのみち結婚してしまえば表に出すつもりなどないからな。屋敷を一つ与え、そこで刺繍でもさせておくつもりだ。所詮女は女、武器など似合わぬ。子さえ産んでくれればそれでよい。こいつ。どうした？いや別に。お待たせいたしました、ロディアック公。これはこれでええの。では公爵、我が拙き武術ご覧ください。期待しておりますぞ、七重の御剣殿。アジート少尉、相手をいたせ。はいよ。おいリリー、予定上お前が戦闘狂になる様子を見せてあいつをたじろがせることになってたが、それだけじゃあいつには効かねえ。どういうことだ？あいつ結婚したらおめえを家の中に閉じ込めるつもりらしい。女は刺繍でもして子供産んでりゃいいんだとよ。なるほど。少し計画を変更だ。いかがいたした？始めないのですかな？ロディアック公、申し訳ないのですが相方が具合が悪いと言い出しました。あいててててて、急に腹が。何？それはいかんな。医務室に運ばねば。あ、いや大丈夫、少し座ってりゃ治ら。さようか。では残念だがリリー殿の武術を拝見するのはまた今度であるな。いえ、それは問題ありません。公爵、願わくばあなたに私のお相手をお願いしたい。なんだと？種目はフェンシングが良いでしょう。一度名家と呼ばれるキャンディラ家の剣を好みで受けてみたかったのです。さぞ鋭い立ちさばきを見せてくれるものと期待しております。いや七重の御剣殿には遠く及ぶものでは。なんだおっさん、まさかビビってんのか？何を申すか無礼者。この私が剣で二の足を踏むなど。その通りだアジート少尉、相手をわきまえて物を言え。この方はセルダールでも有数の名家キャンディラ家のご子息であらせられるぞ。よもや女相手に恐れをなすことなどあろうはずがなかろう。その通りである。ではロディアック公、前へ。これは予定と展開が違うぞ。まずいな。万一公爵に怪我でもさせたらせっかくの苦労が水の泡だ。そうだね、政治問題になるようなことだけは避けなきゃいけないわけだし。リリーさん、聞こえますか？絶対に怪我させちゃダメですよ。分かっている、安心しろ。誰とお話で？独り言です。気にされますな。ではいざ参る。やあ、もうこれはいや。ロディアック公よ、遠慮は無用。本気で参られよ。そんなこと言ったってまだまだ殺される。てや勝負あり。お見事です公爵。あれ私勝ったの？はい、私の一本負けです。ほど。リリー殿の剣が弾け飛んでおる。さすがお見事なお手並みでした。そう？お主もなかなかであったぞ。あれ、腰が
せん。まさに我が夫となるにふさわしいお力。結婚した暁にはぜひ毎日のように手合わせ願いたく存じます。毎日？ええ、それだけでなく筋トレ1時間、マラソン2時間の日課も欠かせません。もちろん2人一緒にでございますが勤勉ですな、リリーとんでもない。家にこもって刺繍などをしているご婦人方に比べれば私の勤勉さなど足元にも及びません。もし私にそのような生活を強要する者がいましたら、誰であろうと全力で抹殺することでしょう。では元の服に着替えてまいります。失礼。あれ、おかしいな、腹治っちまった。おっさん汗だらだらみてえだけど立てる？手貸そうか？何するな。ダメだ、まだ腰が。焦ることはない。少しここで休憩していくぞ。あ、そう。おい、見てたか？一応なんとかなったぜ。それにしてもリリーのやつやっぱすげえな。わざと負けるのってすげえ難しいんだぜ。やっぱりわざとなんだ。足りねえだろ、あんなヘナチェゴ剣俺だって負けねえよ。だけど相手に演技だとバレねえように負けるのは難しいんだ。やっぱあいつさすがだぜ。お待たせいたしました。いかがいたしました？腰が。いや、なんでもない。少し待ってくれ。だぜ。まあそういうわけでカズヤ、そろそろお前も出た方がいいぜ。了解。じゃあ僕も準備するよ。ロゼル、あとは頼む。カズヤ、君の役は一番危険が大きい。場合によっては君にも被害が及ぶぞ。ああ、でもとにかくあの男の方から婚約解消を口にさせなくちゃ。リリーさんは絶対に渡さない。ようやく腰が座った。公爵、何か？いや、ここは24時間営業のコンビニエンスストアです。日常雑貨などを売っています。少し覗いてみましょう。この中では絶対チーズ味がおすすめなのだ。好きにするがよい。前に食うたがどの棒切れを買っても似たような味じゃ。棒切れじゃないのだ。デリシャスバーをバカにするなのだ。それよりもわらわはこちらの干し草が好みじゃ。このコンペイトウという菓子、一食一食微妙に味が違うてまことに面白い。おい、リーちゃん、いやいや、リリー様。二人とも軍人たる者がそのようなジャンクフードを口にするとは。自己管理も任務のうちと言っているだろう。これらは没収する。そんなひどいのだ。お坊ちゃん。リリー殿、見たところ二人ともまだ幼い年ではないですか。それに軍人とて息抜きは必要。いささか厳しすぎるのでは。公爵、先ほども申し上げましたが、後輩は厳しく教育せねばなりません。これは私の心情です。リリー様の意地悪。黙れ。悔しければ私より上に出世してみせろ。店主、これは棚に戻しておけ。いいな。決してこの二人には売るなよ。そんな、これは営業妨害。いえ、なんでもありません。公爵、そろそろ休憩にいたしましょう。ティーラウンジでお茶などいかがです？ああ、まあどこでも。
疲れ様でした。シャーベットめ、覚えておれ。わらわを部下扱いしようって。しょうがないのだ。なったんがお姫様なのは今の公爵にも知られちゃまずいのだ。トップシークレットですからね。じゃが腹立たしいではないか。だったらロゼルみたいに表に出てこなければよかったのだ。そうはいかん。わらわだけ芝居に参加せんのはそれはそれで腹が立つ。わがままさんなのだ。いらっしゃいませ。これはリリー様。このようなむさ苦しい店によくぞお越しくださいました。席は空いているな。はい、こちらのお席などはいかがでしょうか。十分だ。メニューをくれ。はい、どうぞ。お客様もご覧くださいませ。ああ、リリー殿。いやー、全く貴殿はこの館内において絶大な権力をお持ちですな。部下どもが情けないだけです。はあ、身も蓋もない女だな。何か？いや、メニューを失礼。そうそう、この紅茶という飲み物、エデンの茶だそうですが、最近私もハマっておりましてな。少しばかり利き茶には自信があるのですよ。ダージリン2つ以上だ。どうしました？お話の続きをどうぞ。いえ、いいです。ああ、そういえば私の作った自慢の特製デザートがあるのですが、お一ついかがです？何？リリー殿は料理をたしなまれるのか？はい、料理といってもそれほど本格的ではありませんが、実はロディアック公がいらっしゃると聞き、昨日のうちに準備していたものなのです。おお、それは光栄な。ぜひいただきましょう。なんだ、女らしいところもあるじゃないか。白波少尉、リリーだ。申し訳ないが、例のあれを食堂の冷蔵庫から持ってきてほしい。忙しいところ本当にすまない。ではよろしくお願いする。相手は少尉でしょ。今までと違って随分丁寧な口調でしたな。白波少尉はエンジェル隊の隊長ゆえ、位は下でも私の上に立つ人物なのです。ああ、なるほど。リリーさん、お待たせしました。これですよね。ああ、それだ。すまない。これはフルーツポンチです。見えるが、妙な匂いがするのだが。納豆フルーツポンチです。納豆？はい、納豆です。単なるフルーツポンチではロディアック公のお体に良くないと考え、健康食品である納豆を絡めてみたのです。さあどうぞ、遠慮なく。ダメです。リリー殿、申し訳ないが、私にはこれは。お口に合いませぬか？合うも何も、そもそも納豆を絡めるなんて常識では考えられる。そうですか、残念です。夫婦となった後は毎朝このようなデザートをご馳走しようかと思っておりましたのに。それはごめん被りますな。まったく、たまに女らしいことをするかと思えば。ロディアック公爵様、なんだ。よろしければその納豆ポンチ僕にくれませんか？なんだと？お前、見るからにまずいこれを食べるというのか？そんなことありませんよ。リリーさんの作る料理は最高です。だっていえ、すいません。ロディアック公を前にこんなこと言えません。
なんだ、言ってみろ。公爵、お怒りにならないで聞いてください。実は僕、リリー注意のことが好きなんです。だからリリーさんの料理が食べられるってだけで嬉しくて、それでつい。ごめんなさい。どうだ、どう反応してくる？怒られるか、それとも。白波少尉、今言ったことは誠の心か？お許しください。公爵様の婚約者を相手に大それたことを申しました。少尉、お前にこの納豆ポンチをやろう。ただし私の目の前で完食するのだ。そうすれば許してやる。はあ、よし、狙った通りの展開だ。わかりました。ありがたくいただきます。うまいか？はい。では全部食べてみせろ。はい。公爵様、ごちそうさまでした。少尉よ、お前の愛はよくわかった。リリー殿には悪いが、まともな人間の舌であればこれは食えぬ。完食できるのはまさに誠の愛ゆえ、私には真似できる。ロディアック公。リリー殿、あなたには誠に申し訳ないのだが、このロディアック、あなたへの婚約の申し込みを撤回させていただく。はあ、お、やったー。申し込んだ私の方から撤回するなど失礼極まりなく、本当にすまないと思う。だが今日一日で私はあなたとやっていく自信がなくなった。この少尉のように納豆ポンチを飲み干せる男こそがあなたにふさわしい、そう確信したのだ。ゆえに私はここで身を引かせていただく。そうですか、わかりました。あなたのお父上には私から謝罪しておこう。リリー殿、誠に申し訳ない。勝った。ロディアック公は従者と共にセルダールへと帰っていった。その後リリーさんのお父さんから通信があり、ちょっとだけ揉めたみたいだけど、リリーさんは無事エンジェル隊に残ることになり、 UPW もシャーベット家も政治的な波風をそれほど立てずに事態を収めることができた。テレパスファーの反応だとこの部屋にいるはずなんだけど。あ、いた。リリーさん。ガズヤ。リリーさん、本当に良かったですね。ああ、カズヤ、具合はどうだ？ああ、納豆ポンチですか？平気ですよ。リリーさんへの愛のためなら。そうか、安心した。食堂のランティに作ってもらったのだが、まずかったであろう。ランティも計画は知ってたんですよね。ああ、事情を話した上で作ってもらった。最初は料理人としてそんな奇妙な注文は受けられないと言っていたのだが、私への愛の証として和也が食べると言ったら途端にやる気を出し始めてな。それでできたのがあれだ。ははランティね、覚えてろよ。だが和也、最後にロディアック公が諦めてくれたのはお前のおかげだ。本当にありがとう。いいえ、リリーさんの役に立てて嬉しいです。今回の件で
私は本当に考えを改めさせられた。任務に忠実であること、家の名に恥じぬこと、それこそが騎士の道であると考えていたのだがアーデルハイドはそうではなかった。あの映画の主人公ですか？ああ、女体の話が出てからの一連の出来事を通して映画も違って見えるようになった。アーデルハイドは一見王への忠説に従って行動しているように見えるが、実はそうではなく、常に己の意志のみを信じて自由に行動していることに気がついたのだ。その信じる道がたまたま忠説へとつながっていただけのこと。今はそんな風に思える。そうですか。ああ、だから私ももう少し自由に生きてみようと思う。陛下の近くにいて常にお仕えすることだけが忠義の道とは限らない。むしろエンジェル隊でいたいという自分の意志に従いながら、その中でどんな忠誠が尽くせるのか、それを探っていこうと思うのだ。はい、それでいいんだと思います。ソルダム陛下がリリーさんをエンジェル隊に派遣したのもそうしてほしいからだと。そうだな。そんなことに気がつくのに今までかかってしまった。和也、お前にはいろいろなことを教えられる。私はお前を愛して、そして信頼している。私はこれからもお前と共にありたい。それこそお前の作るものなら何だって食べてみせるぞ。あいにくどれもうまいのだがな。リリーさん、ありがとうございます。僕もリリーさんとずっと一緒にいたいです。これからもずっと。いつまでもか？はい、いつまでも。ならば和也、一つ頼みがある。何ですか？私の専属騎士になってくれ。専属騎士？セルダールの古き儀式だ。今は形だけになってしまったがな。一人の令嬢に愛を尽くすと決めた騎士は、その令嬢と契約を交わす。この先何があっても騎士はその令嬢を守り通すことを誓い、令嬢もそれに応える。騎士は自らの死よりも令嬢が傷つくことを恐れ、令嬢は騎士を最も気高き存在として尊ぶ。この契約を一度破れば、それは騎士にあって騎士ではない。厳正な契約だ。受けてくれるか？僕は騎士じゃないけどいいんですか？騎士でなくとも立派なナイトだ。私をロディアックから守ってくれたではないか。私はお前に受けてほしい。リリーさん、僕受けます。リリーさんの専属騎士にこの先ずっとリリーさんを守り続けることを誓います。 OK だ。ではそこにひざまずいてくれ。こうですか？そうだ。汝和也白波を我が専属騎士として任命する。これより永劫心に決めたるものを守り抜くことを誓い、そして我リリーシー・シャーベットもまた騎士の働きに応えることを約するものなり。これで和也は私だけのナイトだ。リリーさんを守るナイト。そうだ。いいか？私は執念深い。もし裏切ったらその時は死をもって償ってもらうぞ。わかりました。リリーさん、これからもよろしくお願いします。ああ、よろしく頼むぞ和也。はい。
ってくれたか、それで OK だ。第一次テスト合格。第二次テスト合格。第三次テスト合格。第四次テスト合格。素晴らしい。あなた方は見事予選を突破いたしました。その栄誉をたたえ、本戦の会場へとご案内いたしましょう。ここはあなた方にとって未知なる空間。お足元には十分ご注意ください。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵最終章無限回廊。さあおいでなさい。私はここで皆さんをお待ちしております。